今回は目標の立て方ですね。ビジョン、目的、目標、課題の違いですね。目的は定性的であり、目標は定量的であるっていう解釈もできますね。課題をさらに細分化していったのが、この目的と目標がごっちゃになってるから、やるべきことが見えてこない。途中で挫折しちゃうのは、もう目標だと思ってたら目的だけを考えてたみたいなね。それを目標だと思い込んでて、目的はあるんだけど、いつまで経っても言ってるだけみたいなね。そういうのを全部繋げていかないとなかなかね、達成って難しいと思うんですよね。目標って何のためにあるんだろう。目標の立て方は間違ってないかな。どうも、くー先生です。よろしくお願いします。はい、今日のテーマですね。早速、今回は目標の立て方ですね。9割の人が間違えているっていう結構煽り文句的なタイトルなんですけど、9割の人が勘違いしている目標の本来の意味と、正しい立て方ですね。はい、このチャンネルでは脳科学や心理学、マインド改善法を通して自己成長できる実用的なノウハウをシェアしていきます。もしよかったらチャンネル登録、ベルマークの通知オンお願いします。さて、今回のテーマですね。今回のテーマは、目標の意味と、向き合い方ですね。まず、なんでこの動画を撮ろうかと思ったかですよね。この活動というか、チャンネルのコンセプトが、自己実現の手助けっていう大きいテーマがあるんですけど、自己実現に対して、目標の立て方とか、考え方、避けては通れないことかなと思って、目標について、話させていただきたいっていうのもあるんですけど、最近見たある動画ですごい感銘を受けた動画がありまして、その内容っていうのが目標は達成しなくていいみたいなね、ちょっと尖ったタイトルだったんですけど、目標は達成する必要なくて、その目標を追ってる時の成長率の方が大事だみたいなこと話してて、ああ、なるほどねーと思ってて、そうそうそう。別に100% 達成しなくていいんですよ。立てたことによってその60% 分成長したっていうことになるじゃないですか。それをまた積み重ねてって、右肩上がりに成長していくみたいなね。なるほどね。そういう風に目標を使うのがいいよな、みたいな。そういうのもシェアしていけたらなっていう感じで今動画撮ってますね。で、この動画に向いてる人は、目標の立て方がわからない、目標立てたはいいけどモチベーションが上がらない、そもそも目標立てる意味がわからない。こういうような疑問とか悩みを抱えてる人に向けた動画になりますね。はい。で、今回の動画の内容ですね。大きく分けて3つです。1個目が、ビジョン、目的、目標、課題っていうのがあるんですけど、何かを手に入れる、何かに到達するってなった時に出てくる4つの言葉ですね。このそれぞれの、段階というか、それぞれの目的というか意味ですね。と違いについて、これを話すことによって目標の定義もはっきりしていくって感じですね。で、2つ目が、このタイトル回収にもなるんですけど、目標の本来の意味。目標を立てる意味と、あとは目標の役割ですね。目標は何のためにあるのか、立てるのかっていうのを解説します。で、3つ目が、正しい目標の立て方ですね。あと、目標への向き合い方。冒頭でもお話ししたように、目標は達成する必要なくて、成長率を上げるためにあるみたいな考え方も一つですし、そういうふうに目標にどうやって向き合っていくかですね。目標に対する考え方とか、目標が立てやすくなるんじゃないですかね。ぜひ最後までご覧ください。はい。まず1個目ですね。ビジョン、目的、目標、課題の違いですね。それぞれが1個に繋がってはいるんですけどね。ピラミッドをイメージしたら、一番わかりやすいですね。ちょっとありきたりではあるんですが、課題を決めるのは目標を達成するため。で、目標を達成するのは目的を手に入れるため。で、目的を手に入れるのは夢を叶えるため。ビジョンですね。ビジョンを叶えるためですね。一個一個が独立してるんじゃなくて、本当にチェックポイントみたいな感じですね。第一関門、第二関門みたいな感じですね。で、上から説明していきますね。ビジョンってのが、一言で言ったら、さっきもちらっと言ったんですけど、夢ですね。わかりやすい例で言ったら夢ですね。手に入れたい、人生を通して手に入れたい理想の姿ですね。理想の姿というか理想の状態ですね。これが叶えられたら自分の人生は満足だみたいなね。わかりやすい例で言ったら、そういうのがビジョンになりますね。そういう生きててよかったと思える状態まで持っていくための環境とか、手に入れたい状態ですね。ビジョンですね。その一個下にあるのが目的ですね。目的っていうのはざっくり言ったら、手に入れたいものを手に入れてる状態ですね。例えば前から欲しかったものが手に入ってる状態が目的で、その手に入ってる、手に入れたものを活用して、暮らしを豊かにしてるっていうのがビジョンですよね。よくこの二つもごっちゃにされがちなんですけど、理想の状態を手に入れるのが目的だみたいな、あるんですけど、その暮らしを豊かにする状態みたいな自分が欲しい状態っていうのはビジョンになるんですよね。目的は何かを達成して、手に入れてるっていう状態ですね。手に入れてる状
態とかなんでね、概念的な感じですよね。何かの称号を手に入れるとかね、そういうのも目的ですし。で、次々説明しますね。まず目標ってのが、次に来るのが、目的を叶えるため、手に入れるためですね。手に入れたいものを手に入れてる状態になるための指標というか、目標は何なのかって定義づけするのであれば、わかりやすいのが数字で終えることですね。目的を手に入れるための、ロードマップの中間地点みたいな感じですね。目標っていうのは。例えば目的っていうのが本当に、ダイエットに例えたら、スリムな体を手に入れるっていうのが目的であって、そのスリムな体を手に入れる、理想的な体を手に入れるための目標っていうのが、1ヶ月に5キロ痩せるとか、10キロ痩せるとかっていうのが、数字で終えるのが目標ですよね。その10キロ痩せるっていう数字を決めたら、進捗わかるじゃないですか。7キロ痩せたら 70% だし、1キロしか痩せられなかったら10% だし、みたいな。達成率みたいな。達成率で表せられるのが目標ですね。達成率であり成長率とか、なんちゃら率みたいな数字で終えるのが目標ですね。よく定性的、定量的考えみたいな言われるんですが、定性的ってのが数字で表せないことであり、定量的っていうのが数字で表せることですね。ざっくり言うとね。なんで、目的は定性的であり、目標は定量的であるっていう解釈もできますね。で、課題は、目標を達成するためにあるわけで、その手段ですね。具体的なアクションプランとか、行動とかも課題、超えるべきハードルとか、解決するべき問題とかも課題ですよね。達成の邪魔になってる問題を解決するのも課題ですよね。とにかく目標を達成するために必要な手段とかですね。何かスキルを手に入れなきゃいけないとかも課題になりますし、よく目標ってのは何を達成するかで表され、課題ってのはどのように達成するか、How の部分に着目したのが課題ですね。目標を達成するための行動が課題なのであれば、行動目標との違いはって出るかもしれないですけど、行動目標ってのは何回やったかとかですよね。ざっくり言ったら。例えば1ヶ月10冊本を読もうみたいなのがあったら、数字で表せれる、数字で終えるので、目標ですよね。で、このための行動、課題ってのが、毎日読書する時間を作るとかですよね。が課題になりますよね。1日何ページ読むも目標にもなるのかな。目標を叶えるための目標みたいな。目標、長期目標の中の叶えるための中間目標みたいな感じで、目標の特性の一つですね。目標の中に目標を作れるのが、目標の特徴ですよね。それだけでもないか、目的、そう、ビジョンの中に複数の目的があって、みたいな。なんか上の階層が下の階層を包括してるみたいなね、感じですよね。ビジョンが1個あって、大抵1個なんですけど、人生で叶えたい大きな夢みたいな複数ある時もあるんですけどね。1個のビジョンに対して複数の目的があって、その目的1個1個に目標があって、さらにその目標の中に中間目標とかいっぱい目標があるみたいなイメージですよね。で、あとは目的を手に入れる目的みたいなね。なんかややこしい話にはなるんですけど。例えば医者になるための、医者になるという目的のための医師免許を取るっていう目的が目的の目的みたいなね。そんな感じですね。そう、連なるんですね。同じ概念で連なったりするんですよね。そういう特徴がありますよね。だから課題をクリアするための課題みたいなのもありますし、積み重ねていけばキリがないみたいな感じですね。これを段階をちょっと課題をさらに細分化していったのがスモールステップって言われるやつですよね。よく言われる。1日5分でもできるみたいなね。そう。それをやらないよりはマシの精神なんでしょうけど、それを重ねていったら、1個の課題を10個に分割し、10個の課題に分割して、その1個がスモールステップで、そのスモールステップを10回やれば1個の課題がクリアできてみたいなね。そんなイメージですよね。例えるとスライムかな。スライム、ドラクエのスライムが集合していくとキングスライムになるじゃないですか。でキングスライムがさらに増えていくとみたいな、ゴールデンスライムになったりとか、そんなイメージですよね。この例えで合ってるかな。そんな感じですね。大きい概念の中に1個下の概念があって、その概念同士がつながる時があって、下にどんどん連なってって、細分化できるっていうことですよね。特徴としては。で、その最たるもの、ちっちゃいもの、微々たるものが、スモールステップですね。はい。大きい岩があって、それを砕いて石になって、その石を砕いて砂になって、みたいな感じかな。その石を砕いて小石になって、小石が細かく砕かれて砂になって、砂がさらに細かくなってみたいな。そんなイメージですかね。細分化していくって感じですね。で、なんか繋がっていく。で、それぞれの役割ができた時に、それぞれの名前がつくっていう感じですよね。アクションプランだったら、課題ですし、数値で終える、進捗を終える、達成率とか、進捗率、成長率、なんちゃら率で表せる、数字で表せたら目標になりますし、数字で表せれない、手に入れたいものを手に入れている状態で表せれるものが目的ですし、その手に入れたい状態を叶えた上で、自分の叶え
えたい状態、人生を充実させていくっていう状態にまで、自己実現っていうんですかね、になったら、ビジョンになるって感じですね。このチャンネルのコンセプトですよね。自己実現、そのトップにある感じですね。になるための手助けをしていく、ノウハウを発信していくっていうチャンネルなんですけど、そういう意味でも今回のテーマはかなりこのチャンネルに合致してますね。再確認ですね。ちょっと話脱線しましたね。こんな感じですね。で、そう、だから、そうよくあるのが、目標だと思ってたのが実は目的だったとか、逆もありますし、目的だと思ってたものが実は目標だったみたいなね、のがあって、なんだろうな、目標がうまく決められない人っていうのは、定義がはっきりしてないのもありますし、この目的と目標がごっちゃになってるから、やるべきことが見えてこないみたいなね、繋がっていかないみたいなのもありますよね。例えば、東大に合格するっていう目標を立てたとして、目標だと思って立ててたんですけど、今説明した概念を聞いてれば、もう、東大に合格するっていうのは目的になるわけじゃないですか。東大に合格している状態、東大に合格している自分を手に入れるってことですからね。で、東大を合格したその先に、東大合格は通過点であり、その東大を合格することでなって、政治家になったり、官僚になったり、大企業に勤めたりみたいな、社会への影響力を手に入れるんだっていう目的があるから、東大に入るのは目標で、その一個下にあるから目標だ、みたいな感じで、目標だと思っちゃう人もいるんですけど、さっきも言った通り、目的って連なったりもしますしね。その目的の下にあるから、その一個下の目標なんだっていう考え方はちょっとしない方がいいですよね。しかも繋がってないかもしれないじゃないですか。そうそうそう。東大に入ったからといって大企業に入れるわけでもないし、官僚になれるわけでもないし、ましてや医者になれたり、弁護士になれるわけでもないじゃないですか。確実に。医者は医者になるためのルートがありますし、政治家は政治家になるためのルートがありますし、そのルートの中の一つとして、東大があるのかもしれないですけど、そうそうそう。だからこの目的のための目的に繋がってない可能性もあるのでね。そう、大事な言葉忘れてたんですけど、目標と目的って表裏一体というか、相互関係にあるんですよね。目的があるから目標が立てられるし、目標があるおかげで目的を達成できるんですよ。例えば軽井沢に旅行に行くっていう目的があったとしたら、その軽井沢についてる状態、その手に入れたいものが入ってる状態、軽井沢にいるっていう状態が手に入ってる状態ってことで、軽井沢に行くっていうのが目的じゃないですか。目的だけ決めてても、軽井沢に永遠に行けないじゃないですか。その軽井沢に行く方法とか道筋とか、地図とかそういうのも手に入れないといけないですし、その道しるべになるのが、最短ルートを調べて、みたいな地図のルート、どういうルートをたどるのか、ロードマップをたどるのか、ってのが目標ですよね。自分の家から何キロなのか、みたいな。軽井沢に着くまであと何キロ、あと何キロ、何キロって繋げてって、たどり、このチェックポイントに行く、何キロ先のこのチェックポイントに行く、で、そのさらに何キロ先のチェックポイントに行く、みたいな。計算していく、みたいな、感じですよね。で、軽井沢に行くための手段、新幹線を使うのか、バスを使うのか、レンタカーを借りるのかっていうのが、課題ですよね。アクションプランっていうか、で、そのレンタカーの費用はいくらなのか、その費用を準備するっていうのも課題になりますし、その軽井沢に着くのは、その軽井沢まで何キロみたいなの出して、こういうルートを通るっていう地図とかも手に入れるから、たどり着けるわけじゃないですか。地図も何もなし、スマホも持たずに、軽井沢を今から目指そうって思っても、運が良ければ、数ヶ月ではつけるのかもしれないですけど、やはりロードマップを引く必要があって、そのロードマップが目標なんですよね。で、目標だけあっても意味なくて、もちろんそうですよね。例えば本を1ヶ月に10冊読むっていう目標があったとしても、それは何のためって感じじゃないですか。ただ読むだけで内容が入ってなかったら意味ないじゃないですか。読書を1ヶ月10冊読めるようになることで、読書の習慣を身につけるっていう目的があれば、そこに意味はあるんでしょうけど、ただ10冊読むだけだったら、途中で多分挫折すると思うんですよね。やる意味がわからないみたいな、疲れてたらやりたくないってなっちゃうのが、人間ですし、目標を達成するモチベーションというのはやっぱり手に入れたいものがあるからじゃないですか。目的が明確だからこそ、目標もちゃんと機能するというかね。最後までいけるというか。だからもう、年の初めに立てた目標が年末には忘れられてるっていうのはこういうことが多いですよね。そもそも数字で追えない内容だったり、目的、手に入れたいものがはっきりしてない目標とかね。ただやることが目的になっちゃうみたいなね。やってる自分っていうのが目的になっちゃうみたいなね。それだったら続かないですよね。目標は。当たり前なのかもしれないですけど。で、軽井沢の例で言ったら、目的だけでも、不安定かなって感じで、その先にあるビジョンですね。軽井沢についてどうしたいのか、軽井沢を満喫するが、ビジョンになりますよね。その目的を手に入れた先にある幸福感とか充実感、手に入れた理想の状態がビジョンなんでね。この説明で結構、この4つの違いが、イメージできたんじゃないでしょうか。なんとなくでもね。
まとめると、目標だけじゃダメで、目的もなきゃいけなくて、さらにその目的のさらにあるビジョンまで描けたら、目標の達成率上がるよね、みたいなね。途中で挫折しちゃうのは、もう目標だと思ってたら目的だけを考えてたみたいなね。例えば、痩せてスリムな体を手に入れるんだっていう年始に立てた、それを目標だと思い込んでて、そしたら具体的には何するのみたいな。目標、いつまでにどんぐらい痩せるのみたいな。数字で上の達成率を決めてない、つまり目標を決めてない。目的はあるんだけど、目標を決めてないって状態だと、いつまで経ってもなんか言ってるだけみたいなね。で、具体的なアクションプラン、課題も決めてないと、理想の体型を手に入れる。そのために1ヶ月5キロ痩せる。そのための課題が炭水化物を抜くとかね。あとは1日の必要カロリーを計算してそれ以上取らないようにするとか、太りやすいものを避けるとか、運動を定期的にして代謝を上げるとかね。いろいろ、課題は出てくると思うんですけど、アクションプランね。そういうのを全部つなげていかないと、やっぱり、なかなかね、達成って難しいと思うんですよね。で、2番目です。目標を立てる意味。目標も手段の一つだと思った方がいいですね。目標はもう100%じゃなくていいんですよね。目標が複数あってもいいですし。で、だんだんだらーっとしてくるんでどうしたらいいかといったら次の項目ですね。だったら根本的に目指すべき目標じゃないのかもしれないですし。要は、目標ゴールに近づけば近づくほどやる気が高まる。目標を立てるコツは6つですね。達成率何パーとか、この日までに何とかしなきゃいけないみたいなね。あとは、パーキンソンの法則も有名ですよね。決めてないよりは、その、達成するスピードが速いよねっていう感じで。で、何かを成し遂げたいみたいな。じゃないと、達成率が下がっちゃうのでね。というか、間違った電車に乗ってないかですね。そういうのもあるんですよね。バカだと思うかもしれないですが。この4種類全部振り返るの大事ですね。目標に限らずね。で、6つ目、最後ですね。もう今回言いたかったのはこれですね。もうこの動画で一番言いたかったのは、これだけ話せばいいかもしれないですね。もう大事なのは本当に慣れたら、そういう状態になれたら理想ですよね。